こんにちは、出雲ラボです。年の初めに月島に行ってきました。月島といえばもんじゃ焼き、あと漫画エドマエルフの舞台です。作中で見たような景色がたくさんあって楽しかったです。ついでに築地も巡ってきました。築地宝願寺はわけわかんないくらい立派で、場外市場には美味しそうなお店がたくさんありました。ぜひ最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。1月の4日に月島に行ってきました。なんで月島かというと、僕が漫画のエドマエルフが大好きで一度行ってみたかったんです。この漫画はいいですよ。後で紹介しますけど、歴史の勉強にもなります。ではちょっと資料を用意しましたのでご覧ください。というわけで、主に月島と佃島を回ってきました。で、漫画エドマエルフのご紹介。この漫画は月島にあるという架空の神社、高耳神社を舞台に、ご祭神であるエルフのエルダとその巫女である小糸が繰り広げる日常系のコメディ。なんせ家康の頃に召喚されたエルフのこと、江戸時代を実体験として生きているので、時折挟まる江戸時代の風俗なんかがとても勉強になります。永遠の時を生きるエルフと常妙のものである巫女との絶妙な距離感の触れ合いが感動できます。とても良い漫画なのでぜひ読んでみてください。もう10巻まで出ています。アニメ化もされていて、こっちもとても良かったです。エルダの声めっちゃハマってました。で、月島ってどこにあるのって話なんですが、東京都中央区って言って、この辺です。もともとは海だったところを埋め立ててできた場所なんですね。拡大するとこんな感じ。北の方が佃島で、その下が月島です。佃島が江戸時代、月島が明治時代になってから作られたと言われています。月島といえば、もんじゃ焼きがとても有名。ものすごい数のもんじゃ焼き屋さんが軒を連ねています。比喩ではなく、本当にもんじゃ焼き屋さんばっかり並んでいます。高耳神社は月島にあることになっているのですが、月島には大きな神社はありません。公式にも、高耳神社にはモデルになった神社はないとされているみたいです。とはいえ、佃島には結構由緒ある神社があるので、そこに行ってきました。一つの神社の中に、大小5つもの社があって、いっぺんにたくさんお参りできて多分お得です。小銭をたくさん用意していった方がいいですね。さて、説明はこれくらいにして、実際の月島の様子をご覧ください。月島に行くには、都営大江戸線か、東京メトロ有楽町線を使うのが便利。もんじゃストレートに行くには8番出口を使います。できたら階段の方がゲームっぽくてよかったですね。今回はエレベーターを使いました。まずは予約したもんじゃ焼き屋さんに向かいます。これがもんじゃストリート。本当にもんじゃ屋さんばっかりです。この商店街の向こうに高層ビルが見えるのがちょっとたまんないですよね。どれくらいもんじゃ屋さんが並んでいるのか Google マップで見てみましょう。拡大すると検索では出てこなかったお店も見えてきます。これがすべてもんじゃ屋さんではないのですが、結構な確率でもんじゃ屋さん。これで成り立つのが不思議。普段はもっと観光客がたくさん来るのでしょうね。そうこうしているうちに予約の店が見えてきました。僕は実はほとんどもんじゃ焼きを食べたことがないのですが、このお店は店員さんが全部やってくれるので、僕みたいなもんじゃ初心者でも大丈夫。ちなみに
お好み焼きも店員さんが得てくれます。これ倍速なんですが、普通に見ても、ものすごく素早いヘラさばきです。それではプロのもんじゃ焼きの作り方を見てみましょう。ヘラで刻みながらキャベツを炒めて、輪っか状に広げて、中に具を入れて、きれいにと手を整えたら種を半分流し込みます。しばらく待って種が煮立ってきたら残りの種を入れます。種とキャベツをかき混ぜて、刻んで炒めて、きれいに広げたら出来上がり。ちょっと表現が難しいのですが、本当に美味しかったです。お腹がいっぱいになったので、佃島方面に向かいます。目指すは、佃住吉神社なのですが、不思議な看板を見つけたので、吸い込まれるように入ってみました。ゲームでいうところのサブクエストですね。洞窟を見つけたら、とりあえず入ってみないと。洞窟の奥には、社と温泉がありました。ちょっと意味がわからないです。とりあえずお参りしときました。ゲームとかだと、ちょっとしたバフがついたりするパターンですね。道中、メロンパン屋さんをいくつか見かけました。メロンパンも有名みたいです。佃島エリアに入ってすぐ、またもや社を発見。沖縄稲荷神社です。この差し石というのは、昔のお祭りで力試しに使ったものだそうです。一応お参りしておきましょう。細かいバフが追加されるかも。お隣は波除神社。名前の通り、災難除けのバフがつくみたい。佃小橋です。赤い欄干が綺麗ですね。ここいら一帯が神様のエリアだというのがよくわかります。佃街角展示館というのがあって、中にはみこしとかがあったのですが、ガラスに僕の姿が映りまくりでうまく撮影できませんでした。この路地は隅田川の堤防沿いです。石川島灯台は昔の灯台を模して作られたモニュメントだそうです。石垣はかなり古そうな感じでした。ひょっとしたら江戸時代のものかもしれません。鳥居をくぐると、佃住吉神社が見えてきます。この辺りでは一番大きな神社みたいで、初詣の人がたくさん並んでいました。立派な長寿屋がありました。境内と社はこんな感じ。高耳神社とは違いますが、歴史を感じさせる作りです。入ったところに社務所があって、嫁様が御朱印をいただいたようです。嫁様、御朱印集めが趣味なんですよね。とりあえずお参り。ここは強いバフがつきそう。社の横にレンガ造りの倉庫があって、これは旧新横だそうです。寝具とかをしまう倉庫で、明治時代に作られたものだとか。同じ境内に龍神社があります。龍神様、なんかかっこいいですよね。ここの龍神様は女性らしいです。カードゲームならきっとスーパーレアですね。ここは入船稲荷。お稲荷さんなので、狐の像が置いてあります。ここのバフも災難除け。もともと漁師の町だからか、そういうのが多いです。
お隣が現在の倉庫。立派なおみこしがしまってあります。少し戻って船玉神社。ちょっと珍しくて、船そのものの魂を祀ってあるお社だそうです。船そのものを神格化したようで、意識を持った船なんて SF みたいです。やっぱりこの辺は船乗りのためのお社が多いんですね。やっぱりお参り。船に乗らなくても交通安全をお願いしたいところ。ちなみにここは藤棚でも有名だそうで、春には綺麗な花が咲くとか。最後のお社。ここは情報がありません。本日8回目の参り。和風つきまくりです。なぜか、長寿屋の奥に二宮金次郎。かなり古いもののように見えました。神社を出て、佃公園。ここには干潟があって、野鳥がのんびり歩いています。潮の満ち引きで水位が変わるんでしょうね。ちょうどこの時間は干潮だったようです。あそこに野鳥歩いてますけど、見えますかね？この辺りには江戸時代後期の工事の跡があるので、むやみに掘り返すなとあります。本当に遺跡だらけの場所です。歩いても20分ぐらいなので、築地まで行ってみました。佃大橋。和風のおかげか天気は良好。小樽名というかっこいい観光船を目撃。なんと松本零士さんのデザインだそうです。橋を降りると渡船場の石碑。築地までやってきました。意味不明にでかくて、もはや何の建物かさっぱりわからない築地本願寺です。通りを隔ててすぐそこに築地場外市場。やっぱり外事さんが多いですが、ここも思ったほど混んでない。1月4日ということもあって、まだやってないお店も多かったみたいです。体力的にも時間的にもいっぱいだったので、今回のロケはこれで終わり。というわけで、月島に行っていろいろと巡ってきました。本当に過去と現在が入り混じる、とても素敵な街でした。全体的に観光客も少なめ、おすすめです。ぜひ一度足を運んで、高層ビル群を遠目に見ながらの下町情緒を味わってください。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いします。今回は珍しく Vlog っぽい回でしたが、次回はまた電子工作に戻る予定です。内容未定ですが、また次回の動画でお会いしましょう。